どうも、底辺アクアリストタソガレです。皆さん、以前動画にした60センチ成果先レイアウト水槽の動画は見ていただけたでしょうか。まだ見ていない方は概要欄に再生リストを貼っておきますので、そちらから見てやってください。自分の好きを詰め込んだこの水槽、ようやく外部フィルターもセットすることができたということで、立ち上げが完了しました。今回はそんな水槽がどうなったのかをお届けしていきます。というわけで早速やっていくんですが、前回は水槽立ち上げ2日後に外部フィルターをセットしたところまでをお届けしていきました。メインフィルター、サブフィルターともに中身があの露材のみという潔い構成にびっくりした方も多いと思いますが、これが自分の現時点での最強ろ過層構成なので参考にしてやってください。外部フィルターの中身が気になる方は前回の動画をご参照よろしくお願いします。ちなみにその時の水槽内の状態がこちら。さすがに注水2日では全く変化がありませんね。低床を埋めているショートヘアグラスもまばらで、まだまだ草原には程遠い印象を受けます。続いては外部フィルターセット後2週間後の映像です。案の定というか、しっかりと苔が生え始めました。といってもついているのは茶苔がメインなのでまだ可愛い方です。この水槽には長期間肥料分が保持されるパワーサンドと栄養系ソイルのアマゾニアを使用しているので、苔が生えるのは想定内です。ただ、ここからどれだけひどくなっていくのかがわからないところが難しい。とりあえず換水は他の水槽よりも多めにしているので、それで持ちこたえてくれればと思っています。近くから見るとこんな感じ。植栽したショートヘアグラスはそこまで変化がないように見えますが、意外と1株ずつのボリュームは増えていっている気がしますね。立ち上げ当初の映像よりも存在感が出ているので、少なくとも溶けたりはしていないようです。ただ、まだランナーをニョキニョキ伸ばして密集していく段階ではないようなので、油断は禁物。この立ち上げ初期の苔にやられないように気をつけていかないといけません。ちなみに後継層のエリオカウロンソーシャルフェザーダスターはこんな感じで、ところどころ茶色くなっている葉が散見されます。これに関しては植栽当初からあったと思うのであまり気にしていません。初めて使用する水草なので、ここから盛大に溶けたりしないかだけが心配です。入手性が悪く比較的高価な水草なので大事に育てていきたいところ。ちなみにこのエリオカウロンソーシャルフェザーダスターは以前の動画ではお話ししていなかったんですが、メルカリ産です。なので入念なスネール駆除を行った後に導入しています。普段組織培養水草しか使用しないためスネールの対策はしなくていいんですが、組織培養が出回っておらず水中用しかないような水草はトリートメントが大変なのが嫌ですね。しっかりトリートメントしていても混入するときは混入するし、出品者によっては水草自体の状態が悪くてダメになってしまうこともあります。そういった意味でも品質が安定していらないものが混入する確率がゼロの組織培養水草は優秀ですね。コスパもいいし、もっと手軽に購入できる環境ができればいいんですけど。ちなみにフリマでは説明文にスネールはいないと書いてあっても平気で混入するんで絶対に信用しないようにしましょう。トリートメントが難しくてスネールの混入もさせたくないという方がフリマサイトで水草を購入する場合は水上用を買うことをお勧めします。水上用の方が輸送ダメージにも強いですしね。続いてそこから3日後の状態がこちら。なかなか苔が成長してきましたね。最初は茶苔かと思っていた苔もどうやら茶色っぽい青緑のようで、水槽壁面にも勢力を拡大してきました。やはりエリオカウロンソーシャルフェザーダスターの影に隠れておらず、
照明にも近い右側の盛り土している部分が一番苔に侵されています。近くから見るとこんな感じで、しっかりとした青みどろがショートヘアグラスにもくっついています。おまけに水槽壁面にもびっしりとつき始めました。立ち上げ2週間でこれは先行き不安ですが、優しいタイプの苔なのでまだどうにかできます。幸いショートヘアグラスも元気で苔に負ける気配がないので良かったです。ちなみに水面はこんな感じになっており、ソーシャルフェザーダスターが水面に到達していることにより油膜がそこに滞留しています。ここが結構厄介なところで、サーフェイススキマーでは取りきれません。こうなってくると根本的な油膜対策が必要になってきそうです。なかなか難しいですね。というわけで苔駆除は初動が肝心ということで、そろそろ目立ち始めた苔を一旦掃除していきたいと思います。これ以上勢力を拡大してくると厄介ですからね。まず最初は壁面についている青みどろから除去していきます。これを先にやっておくと視界も良好になるし、動画的にも見えやすくなるので一石二鳥です。こういう時に壁面を簡単に掃除できるスクレーパーは役に立ちますね。面白いくらいにスルスルと苔が取れていきます。こんな感じで全面だけ掃除しても水槽の中がクリアに見えます。なんか水が濁ってるなぁと感じる方は、もしかすると壁面が汚れている可能性があるので、一度スクレーパーで掃除してみましょう。続いては長くたなびいている苔をプロホースで取り除いていきます。これをしっかりやっておかないと苔が復活するスピードが速くなりますからね。いくらスクレーパーで苔を取ったり、レイアウト素材に付着している苔を剥がしても、水中に浮遊していては意味がありません。親の敵ぐらい入念にしておきましょう。こういう時にまだ生態を導入していない水槽は気兼ねなく全換水できるからいいですね。続いてはショートヘアグラスについている苔を取っていきます。今回もプロホースで取っていくんですが、ショートヘアグラスが抜けないか心配だったので気持ち歯ブラシを使いました。最終的には非効率的だと思ってプロホースだけでがっつり吸ってます。意外と根を張ってるようで、これくらいだとびくともしません。浮く心配がないから苔をしっかり吸えていいですね。ただ立ち上げ時のアクシデントで掘り起こされてしまったアマゾニアが吸着系ソイルの隙間からひょっこりするのだけが気になります。正直ソイル掘り起こし事件のせいでこんな早い段階から苔まみれになっているのではないかと思ってます。アマゾニアが上に出ていなければもう少し苔の成長速度も緩やかだったのではないでしょうか。こんな感じであらかた苔を吸い取ったら、あとは水中に浮遊している苔をできるだけ吸い上げられるように注水と排水を繰り返していきます。注水と同時に排水することでほぼオートで水替えができますし、注水時に起こる水流で沈殿していた苔が舞ってくれるので、またもや一石二鳥。こういうことが簡単にできるから排水をそのままお風呂場に、注水を浄水器から直接ホースリールでできるシステムはいいですね。ただしプロホースでは注水のスピードよりも排水のスピードが遅くなるので、目を離しすぎて溢れないようにだけ気をつけましょう。というわけでしっかりと換水を行った後の状態がこちら。なかなか綺麗になったのではないでしょうか。まだ成果石も本来の色を保っていますし、ショートヘアグラスも少しずつ反もしてきてるしでいい感じです。水流にたなびくソーシャルフェザーダスターも清涼感をプラスして下から煽るような感じで見るとより雰囲気が出る気がします。本当は左側に排水パイプを持っていってソーシャルフェザーダスターの流れる向きと同じにしたいんですが、スペース的に難しいのでこれで我慢します。ちなみに数日後には水流によってソーシャルフェザーダスターの刃があっち向いたりこっち向いたりしてます。そんな感じで意外と順調にいっている60センチ成果石レイアウト水槽でした。
というところで終わりたかったんですが、ここから2週間後の映像がこちら。先ほどの綺麗な状態はどこへ行ったのか。しっかり先ほどの青み泥が復活しています。やはり青み泥は除去もしやすいですが、再発もしやすい苔ですね。ショートヘアグラスの密度が濃くなって定称が緑っぽく見えているのもあると思うんですが、そこにへばりついている青み泥も緑化に一役買っています。近くから見るとこんな感じ。先ほどの青み泥のように水流にたなびくほど長くはなっていませんが、明らかに密度が増えてます。おそらくちぎれた青み泥が低床のショートヘアグラスの細かい葉に引っかかって増殖するんでしょうね。大きな葉の水草と違い、これだけ細かくて細長い葉はより活着しやすいんだと思います。いい迷惑ですが、水草レイアウト水槽をする上では避けては通れない道です。ソーシャルフェザーダスターにも地味についていて厄介なんですが、今のところどうしようもありません。地道に苔の駆除とこまめな換水を徹底していくしかないでしょう。一応遮光しようかとも考えたんですが、見た感じショートヘアグラスのスイッチが入ってガンガンランナーを伸ばしているので、そこにストップをかけたくないんですよね。今のところ苔のせいで水草が調子を落としてはいないので、このまま様子を見ていこうと思います。幸い石には色を変えるようなのっぺりとした苔がついていないため、そこまで問題視はしておりません。今後どうなるかはわかりませんけどね。果たしてこの栄養たっぷり、レイアウト石もたっぷりなこの水槽、無事に綺麗な水形が出来上がるのでしょうか。というわけで今回はここまで Twitter と Instagram やっておりますので、そちらも見てくれる人ありがとうございました。